皆さんこんにちは、ふーみんです。今日はポールダンスのトリックに優雅にスピンをするスワンというトリックがあるんですけれども、そちらの方法について説明していきたいと思います。ではまず最初にスワンというトリックがどんなトリックなのかご覧ください。こちらのスワンというトリックは初心者の方から中級者向けのトリックになると思います。ポールダンスをまだ始めたばかりという方も挑戦できると思いますし、ポールダンスには興味がないけれどもちょっと圧倒したパフォーマンスを人前で見せたいという方も練習できると思います。マイポールを自宅に持ってない方も、あとはポールダンススタジオに通うことができないなという方、そこまでのモチベーションもないなという方であっても、公園にある縦の棒があればですね、探していただいてそちらで練習できるちょっとした見応えのあるパフォーマンスになると思うので、チャレンジしてみたいという方はぜひこちらの動画を参考にして練習をしてみていただければと思います。スワンというトリックはいくつかあるんですけれども、そのパターンをいくつかピックアップして最初にお見せしたいと思います。ご覧いただいたようにスワンというトリックはいくつかのパターンがあります。ポールが自分の前にあるパターンと背中の後ろにあるパターンとありますし、自分がその中で回転するパターンとか、あと足を開脚するパターンの応用編までありますので、まずは簡単なスワンから説明をしていきたいと思います。その前に準備するものについて説明しておきたいと思います。自分の利き手でポールを持ってスワンをしていきます。スピンをしていきますので、この利き手の腕ですね、腕から下、特にこの辺りとか手首とかがポールに巻き込まれて青タンができる可能性が高いです。練習をしすぎると剥がれて擦り傷になったりしますので、あまり擦り傷になるパターンはそこまでないんですけど、もし持っていればこういったリストバンドですね、何個かお持ちであればそれを組み合わせて自分が痛いなと感じるところですね、ポールにどうしてもぶつかっちゃうところとかにこのリストバンドを当てて練習していただければと思います。実際に本番人前で踊る時にはテーピングで大丈夫だと思います。こういった肌色のテーピングで手首とか腕を巻いておくと自分の皮膚も痛くないですし、目立たないのでお客さんが見てもあんまり気にならないかなと思います。リストバンドも肌色のものはこれは体操メーカーの佐々木のものなんですけれども、佐々木のメーカーだとこういった肌色系のものが結構出ていると思いますが、可愛いものもいろいろあると思いますので、リストバンドがあると怪我の防止ができると思います。準備運動として、体は温めていただきたいんですけれども、特に肩周りを使っていきますので、肩のストレッチをまず念入りにしておいてください。ちょっと簡単に見せますけれども、肩のストレッチはポールや壁があれば両手をついてお尻を突き出します。天井を見上げるようにすると肩がすごく伸びてきます。そしたらポールや壁などにこの肘を当てて肩をその肘より前に出します。横から見るとこんな感じです。そうすると肩周りの筋が伸びてきます。あとは
ればこういったタオルを持ってこのようにタオルを後ろに回すと結構使っていなかった肩の筋がほぐれるので、準備運動には最適だと思います。このようにですね、まずは肩周りですね、こちらの筋肉をほぐして筋を痛めないように準備をまずしてください。はい、ではまず1つ目のスワンですけれども、簡単なスワンからいきたいと思います。ポールが自分の前にあるタイプですね。自分の前にポールがあってそのままスワンに入る方法について説明をしていきます。はい、まずポールを自分の利き手で持ちます。はい、上の方をグリップして、そして目の前で下の手をですねグリップします。そしたら足は床から離してこのように斜めですね。ポールは自分の今度は横に来ます。前というよりはちょっと横に来るんですけれども、はい、両足床から離すとこのようなパッセのポーズをとっていきます。はい、少し勢いをつけてその惰性で今のポーズをとっていきますので、少し走り込んでやってみたいと思います。はい、このようにちょっと走り込んで体を浮かせたら両手グリップした手は離さずにパッセのポーズをしてみてください。はい、リストバンドつけ忘れましたが、この時にちょっと私はこの辺の腕を当ててしまいますので、皆さんも痛い方はリストバンドなどで腕を保護してください。そして足なんですけれども、足は空中を大きく振り回します。自分で勢いをつけた後にこの後両足を浮かせるんですけれども、同時に浮かせるのではなくて片足ずつ浮かせるのがベストだと思います。で、どちらの足で踏み込んでも構いません。もし外側の足を最後に踏み込む場合には内側の足から大きく外に向かってコンパスのように円を描くようにしてみてください。で、もし内側の足を最後に振り込む場合には今度は外側の足を同じように振り回してその後両足を揃えて発声のポーズをとっていただければと思います。強く2パターンあると思いますので、どちらでも好きな方で構わないと思います。最終的にパッセのポーズができれば問題ありませんので、比較してみてください。では最初、外側の足を踏み込んだパターンからいきたいと思います。はい、では逆のパターンいきたいと思います。では先ほどの2つのパターンもう一度やっていきたいと思います。はい、では今度は自分の背中側にポールが来るタイプですね。こちらのスワンをしていきたいと思います。はい、まず最初のポージングが違います。ポールの横に立ったら利き手は上、もう一つの手は下をグリップします。ちょっと余裕を持たせる感じですね。ピーンと腕を張るのではなくて少し余裕を持ってグリップします。そしたらポールに近い方の足を床につけたまま外側の足を真横に持っていきます。そしてこの真横に持っていった足をそのまま床と平行になるぐらいですね持ち上げて、そのまま後ろに振り回しましょう。これで勢いをつけてスワンのポーズに入ります。はい、もう一度やってみますね。ポーズを取ったらこのまま
はこの足でくるっと回る、これがピルエットなんですけれども、今日はピルエットについて詳しくお話しませんが、これがもしできる人がいればですね、ピルエットからの先ほどのこのスワンですね、スワンまで行くパターンもできると思いますので、これもチャレンジしてみてください。もう一度やってみたいと思います。ピルエットが入らないパターンとピルエットのパターン続けてやってみたいと思います。次は先ほどのこの背面ですね、これで終わった時に、終わる前に下側の手を離して自分の体をポールに向けてフィニッシュのパターンの練習をしていただきたいと思います。ちょっとやってみますね。ここで手を離してポールを持ってフィニッシュになります。これはパスをしている時に上の手を信じて下の手を外します。外したらそのまま自分の前を通ってポールをグリップします。グリップしなくてもいいですね。下の手はポールを押すだけで問題ないと思います。しっかりとグリップしても押すだけでも問題ないので、ここで自分のバランスを取ります。押して今回っているので、ここでバランスを取って着地するというパターンになります。はい、続けてやってみたいと思います。ここからですね、発声、切り替え、着地、片手外しですね、片手の切り替え、上半身の切り替えのパターンですね。これもピルエットなし、ピルエットありのバージョンを2回続けてやってみたいと思います。はい、では最後のパフォーマンス、あっと驚くパフォーマンスですが、開脚をするパターンの説明に入ります。もう一度お見せしますね。最初にお見せしたいと思います。開脚をするパターンは前に向かって開脚を行っていくんですけれども、このようにほとんど片手だけグリップしてスピンをして行っていますので、しっかりと今までの練習がですねできる方でないとちょっと難しいと思います。では開脚バージョンのスワンなんですけれども、説明していきたいと思います。これは開脚が180度開かなくても一瞬の開脚なので90度開く方でも問題ないです。そして開脚する時には膝が曲がっていると汚いので、膝はなるべく伸ばす方が一番いいと思います。男性の方も一緒ですね。体柔らかくないよという方でも全く問題ありませんので、まずは開脚の柔軟性は問いませんので、そこは問題ありません。そして開脚する方向なんですが、まずそこを見定めてください。今カメラに向かって開脚をしたいので、こちら側がお客さんがいるといいますか、こちらに向かってパフォーマンスをするときには必ずその意識を持ってこちらで開脚です。その意識がないとこの辺で開脚して非常に残念なので、必ず意識してこっちに向けてまず開脚をします。なので自分自身も最初はこっちに向いて走っていくというか、自分の体重をこちらに向けます。向いた後に足を閉じてスワンに入るわけなんですけれども、その足の運び方が重要ですね。ま
まず開脚をします。そしたら進行方向ですね、こっちに回転しますので、進行方向の足をこのように回すんですね。今これ両足だとしますけれども、足をこのように切り替えて進行方向にまた持っていきます。この足をなぜ普通にこうやらないのかということなんですけれども、その方が見応えがあるからですね。あとは勢いをつけます。この振りを1回入れることでこっち方向の、スピードを増すというか勢いをつける、動きになりますので、開脚、そして足を切り替えてパッセに入ると思ってください。まずそこまでいきたいと思います。はい、こんな感じでちょっと早かったので分かりにくいと思うんですが、ゆっくりやると開脚回して進行方向のパッセです。必ず勢いをつけてこういう感じですね、はい、こういう感じを目指しながら走って走って走って勢いをつけてください。はい、こんな感じですね。体がポールに対して45度ぐらいになるイメージでこのトリックはやっていただきたいと思います。できる方はもっともっと開脚の時にお尻を高く上げると見応えがあります。はい、このように開脚の位置が結構高くなるので、ちゃんと勢いをつければお尻を高く、空中の滞空時間をキープすることができると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。できたら外側の手はポールを後ろでグリップしてもいいし、先ほどのパターンで自分の状態を反転させてポールを押さえてもいいし、どんなルーティンにするか振り付けにするかによってそれは選択していただければと思います。で、最後上半身を反転させた時にルーティンによっては両足を床につかずにポールに登って次のルーティンに入るのもありだと思います。普通に、背面で終わるパターンと上半身を反転させて終わるパターン、2パターンいきたいと思います。ではまず勢いをつけていきます。では今日お伝えしたいくつかのパターンを連続でやっていきたいと思います。だんだんスワンができるようになってきたら、特に女性の方は美しい足の運び方とポージングを目指されると思いますので、最後におまけとしてパッセの練習ですね。より美しいパッ
セを見せたい方、ポージングを見せたい方向けに膝のポージングの仕方ですね。これはパッセと呼ばれるバレエとかジャズダンスとかで主に練習していくようなポージングになるんですけれども、パッセの練習方法について簡単ですけれどもお話ししていきたいと思います。まず、このようにですね、まっすぐ立ちます。そして片足ですね、片足の膝を真横に出しながらつま先をポイントですね、フレックスではなくてポイントのまま反対側のここの膝を目指してこのようにポージングをとります。はい、このパッセというポージングになるんですけれども、こちらの練習をしておいた方がスワンをした時に途中でパッセのポーズに入りますので、そこでパッセが自然とできるようになると思いますので、普段からこのパッセの練習はしておいた方がいいと思います。いかがだったでしょうか。スワンやった後は結構、息が切れますけれども、このようにですね、結構体力を使うと思いますので、休み休み怪我をしないように、気をつけて練習を行ってください。今日の動画が非常に参考になった、もしくは面白かったという方はぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。